前の動画でも言った通り、我々11月に一旦帰国することになりましたので、国内のおすすめの旅行先なんかありましたらコメントにお願いします。3ヶ月以上あるよな。多分割とどこでも行けます。一押しの旅行おすすめ先待ってます。テレレテテテテン。作るぜ、抹茶のシフォンケーキ。イエーイ。あれが美味しかったけんな。ちょっと再現してみよう。初めてケーキを焼くわ。やってやるぜ。教えてあげようか。いや、できます。一人でできるもんなので。これをこうですね。これを半径に。イエーイ。ああ、なるほどね。あ、じゃあまず卵を分けるのね。落ちて。落ちて。ペニョンペニョンじゃねえのよ。グラニュー糖ってなんで書いてない？普通の砂糖でやろう。役割が違いますね。砂糖によって。3グラム入れすぎた。飲もう。オッケー。ここだけ手早く混ぜろって書いてないけど、今までそんなせかすようなことしてこんかったのに。よろろい。うわ、めっちゃ抹茶。えぐい。うわ、匂い全然抹茶じゃねえ。いいんでない？なんか予熱しとくとか言ってなかった？うん、もうしとっていいと思う。でも亀時間かかりそうやけん、まだに。それはそう。いや、でもこっからスピード勝負よな。うん、それで。いや、予熱しとこう。180度。オーブン予熱で180度。アルミホイルをかぶせちゃうの。街はすっかりクリスマスムード。スピード勝負。さっくり混ぜる感じですか？いいじゃない。レッツゴー。いってらっしゃい。いってらっしゃい。オッケー。うまく焼けるかな？いけるよ。簡単でしょ？うん。もしかしてシフォンケーキ焼くのって結構簡単？うん。簡単だよ。俺もう頑張ってシフォンケーキ作るって言った時、清水の舞台から飛び降りるぐらいの気持ちやったんやけどこの間にこれを応用してラーメンを作ってみます。なんか辛いもんが食いたいらしいです。よ膨らんでる。すげえ。おードーン。これね。なるほど。めっちゃ危な。何分ぐらいこれ冷やすの？15分。あー、オッケーオッケー。うまくいきそうです。よいしょ。できた。あち食べやしょう。体調悪い時に辛いもんってどうなんてちょっと思ったけど。美味しい。まあ美味しいならよ。全然崩れんから。マビ。おお。ほんまや。ちょっとやって。ちぎれんようにね、下が。むつ。目って。目って。指太いん不利やな。お。おー。なんか抹茶なのに全部茶色い。チョコ見て。焼けました。ギコギコはしません。一度歯が入ってしまえば、あれ合ってるこれ。うん。中を見せてください。オブザプライス。わーお。しっとり。いいね。なんか抹茶って分かりづれえな。あなたが作ってくれたやつもっとなんか抹茶色だった気がする。全然ギコギコしてる。早く切ってよ。まあさ、焦るだって。いいね。ポン。おお、美味しそうですね。あ、それではどうぞお召し上がれ。いただきます。どうじゅふわふわだ。おいしい？おいしい。今日の夜はしみしみ大根。なんか久々に大根安かったよな。いただきます。あ、ネギ。いやでも俺こっち来る前さ、ネギがないって聞きよったけんさ、マジ震えながら来たんやけど、結局普通にスーパーにあったよな。逆にあなた今までというか去年なんで気づかんかったん？あ、いいわね。プリン見るもんね。まあ、今の国のアリスはおもろかったけどね。賛否両論あれど、アンナチュラル面白いってコメントあったな。ああ、見たことあるんや。あ、もう寝る。体調悪い時は寝なさい。しかもちょっと熱っぽいんやろ。それはちょっとおとなしくなさい。ほら、キムチ1個1000円する。たっけー。1回の買い物でこんぐらい普通っすね。高えよな、やっぱ。おはようございます。昨日からおきちゃんちょっと体調が悪そうで、喉の痛みが強くなってるっぽかったんで、ちょっとスーパーでいろいろ買ってきました。生の生姜とかね、あと桃缶とか、ちょっと早めに帰ってお昼ご飯作ろうと思います。ただいまー。はい、というわけで帰ってきましてね、
まあ、あんまカメラずっと回しとくのもオキちゃんの負担になっちゃうかなと思ったんで、ここからはちょびっとだけ撮っといて、後で音入れてます。生ニンニクと生生姜ですね。長ネギの白い部分とかもいいって聞いたんで、スープ作って水餃子入れたろうと思って、ポーンって入れてます。まあ日本だと餃子もそもそも作られてるやつがスーパー並んでると思いますけど、こっちはないんでね、もう自分で作るのめちゃくちゃ時間かかりましたね。まあこれだったらチュルンと食べれるんではと思って。なんでお昼はうどん食べて、ほいで夜は餃子スープとかで、今日は喉いたわりメニューということで終了です。これサムネでいいよ。いやいやいやサムネ使っておかしいやろ。あ、まあでも、あ、いいか。最後の片飲んでくれんかな。あ、いいっすよ。ありがとう。おはようございます。おきちゃんだいぶ喉も調子良くなってきたみたいで、まあ、普通に喋れるようになってきて、で、今日は水曜日なんで、おきちゃんお仕事の日で朝早に出かけて行っちゃいましたね。まあ、昨日結構止めたんすけどね、でもまあ仕事やからそんな強く止めれんなとも思いながら、まあ、とりあえず日本から持ってきてた風邪に効く薬と、あと鎮痛剤いざって時に飲むやつとか持たしたんで、まあ、今日一日は乗り切れると思うんですけど、ぶりかえさんかな？大丈夫かしら？そういえば最近、圧力鍋を買ったんですよ。ほら、これ。んで、これ一回使ったんすけど、前。でも、なんか死ぬほどうるさくて、ちょっとこれ、正しいのかどうかわかんなかったんですよね、使い方が。なので、ちょっと皆さんに見てもらいたいんですよ、これ。いや、ほんまにこれであっとんかな？来た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 。これこれこれこんなうるさいもん？もうこの鍋使い続ける限りずっとあの音してんすよ。こんなもんなんかな？ちょっとコメントで情報を求めます。でもこれが正しいんやとしたら、俺はただのめちゃくちゃうるさい圧力鍋買った人になるんやけど。とりあえず仕事しまーす。最近僕が動画でよく話してる一番仲いいやつ、寮の元相部屋のあの人と電話で喋ってた時に、お前って全然自分の話せえへんよなって言われたんですよね。確かにそうかもしれんなって思ったんですよ。まあ動画上ではどうかわかんないんですけど、まあそれきっかけでたまには自分の話もしてみるかと思ったんで、ちょっと今回は自分の話をしてみようと思います。僕、高校1年生の時に付き合ってた方がいたんですけど、まあその方に浮気というか、まあちょっと僕以外の方と結構親密に連絡を取り合ってるところを見かけちゃったことがありまして、まあ、それが発覚したのは付き合ってから数ヶ月経った時だったんですけど、その時ちょうど春休みで、僕高専行ってたんで、高専って春休みが高校生でも1ヶ月ぐらいあるんですよ。んで、その期間によくその方のお家にお邪魔させてもらってて、遊びに行ってて、でもなんか、真っ昼間に遊んでるのに、僕が遊びに行くたびにずっと寝てるんですよね。その方が。それでなんかおかしいなって思ってて、で、その寝てる時に、その方の携帯に通知が一件ポコンって来たんですよ。で、それをチラッと見ちゃって、で、それが結構、あまりお付き合いしてない男女の間で撮るのは結構不自然なんじゃないかなって感じるラインでして、それを見ちゃってからちょっとその方とどんな風に接すればいいかわからんくなってしまって、僕からあまり連絡を取らなくなって、んで相手の方からもう別れようってその数ヶ月後に言われたって感じですね。それで別れちゃったんですけど、んで僕がそのお別れした方は、僕が通知見ちゃった結構親密に連絡取ってた方とその数ヶ月後にお付き合いされたっぽいですね。まあそういうのもあってちょっと人間不信気味というか、女性不信気味に、ちょっと女性不信気味になっちゃいまして、それでもうその方以降はこの7、8年間もう誰とも付き合わずに生きてきたって感じですね。そこでたまたま出会ったのがオキちゃんだったっていう。でもまあ今思い返すと僕も悪かったなと本当に思うんですよ。これはその方をかばってるとかじゃなくて本当に。もちろんその方も悪かったというか、まあ浮気してたかもしれないんですけど、っていうのも僕はその方がお付き合いしたのが初めての方だったんで、とにかく嫌われたくないみたいな気持ちが先行しちゃって、全然面白いこととか何も言えなかったんですよね。楽しませる気持ちが欠けてたというか、もう普通の会話すらちょっと面白みに欠けてたと思うんですよ。もう嫌われたらどうしよう、嫌われちゃったらどうしようみたいな気持ちが先行しすぎちゃってて、もう当時真面目すぎたんで本当に。なんかよく言うじゃないですか。この人といたら安心感あるけど、でも刺激が足りないんだよな、みたいな。
多分そんな感じの人になっちゃってたんですよね。まあ別にそれが悪いっていうわけではないと思うんですけど、まあ当時高校生だったんでね、まあ高校生って言ったらそんな安心感とか別に求めないじゃないですか、恋愛に。あまり。まあ大人になったらね、安心感とかの方が大事っていう価値観の方も増えてきますけど、で、それに気づけたのが一番でかかったんですよね。もう早い段階に。もう自分に足りないものが何かその時に分かったんで、そこから YouTube 見たりとかして、話の面白さを身につけようと思って、まあ自分なりに独学で勉強したんですよ。だからまあそういうのもあって、まあ今 YouTube ではありがたいことにコメントとかでたまにお話上手だねって言ってもらえることもあるんですけど、昔は本当にもう話下手すぎたんですよ。何も面白くない人間だったんですよね。だからそれに早い段階で気づけたっていう時点で、もうその人にはめちゃくちゃ感謝してて、何も森とかなしに、もう恨みも何もないですし、早い段階でいい経験をさせてもらったなと、本当に感謝してるんですよ。その時気づけてなくて、もうそのままずるずる生きてっちゃってたら、多分今オキちゃんとも付き合えてないでしょうし、それこそオキちゃんが僕に一番最初に興味持ってもらったっていうのは、そういう話の面白さみたいなところだったんで、その時の経験がなかったら今はないですからね。まあ別に浮気を肯定したいとかいうわけではないんですけどね。もう僕の場合はもう本当に早い段階で気づかせてもらってよかったなと思ってるだけなんで、まあ今はもうね、オキちゃんという素晴らしい方がいるんで、あんまり昔の人の話をするのもどうかなとも思ったんですけど、まあ、浮気されたっていう経験も考えようによってはプラスにもなるんじゃないっていうお話でした。ちょっと散歩がてら、オキちゃん仕事終わったっぽいんで迎え行ってきます。相変わらずの警戒心のなさやな。全然逃げへんやんけ。お疲れ様です。はい、帰りましょう。すげえ、ちゃんと羽ができてるわ。さすがですわ。食べましょう。ラブキャッチャー2。やめてその声。いただきマックスもらい。にょーん。やっぱ生の生姜違うよな。美味しい。うめえ。いつもはチューブで済ませがちやけど。最後のところか。ちょっと持ってなってるとこれやりたい。ちょっとやってみて。手上げてるだけ。熱っ、ぶっつこれ。毎日練習して。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう0時じゃ。寝るぞ。タルトが焼けたら。おやすみなさサビッチではないな。ーい。めっちゃウソビッチっぽいけどな。キャワですね。お昼湯豆腐でええんですか？オッケー。余りもんで適当に作った。美味しそう。湯豆腐食べてね、また喉回復させてください。いただきまいただきーす。ます。日本から持ってきたこのネギ生姜ニンニクがめちゃくちゃ便利。おかぴ作りです。今回はチーズタルト。これまぶすとなんか一気にぽくなるよな。でも溶けるよね。すぐああ、そうなんや。すげえ。 2個付きよ。うん、いいね。食べたーい。綺麗。俺もいつか自分で一から作ってみよう。盛り付けまで。おお。それ綺麗だからカメちゃんにあげる。ありがとうございます。さすがですわ。格の違いを見せつけられた。俺が数日前に作った抹茶のシフォンケーキとは。美味しかったよね。いただき、まちょまちょ。いただきます。ありがとうございます。うん。美味しい。やっぱクリームが爽やかやね。何入れたんやっレモン。け？うん。レモン感じるわ。うまっ。携帯の充電なくなってきた。モババ。てかさ、前の動画でモバ10派とモババ派論争あったけどさ、圧倒的にモバ10の方が多かった。ほら。なんでやねん、おかしいだろ。普通に考えてくれよ。モバイルバッテリーなのになんで略したらモバ10って感じになるねん。おかしいだろ。そうなんやと思ったわ。なんか地域によっても差がありそう。うん。どう？最高っすね。いつかみんなにも食べてもらいたいな。資格取りたい。資格ね。食品衛生士みたいなやつ。みたいなやつよな。さて、仕事も一段落したので筋トレのお時間じゃ。俺これやり始めてからちょっと顔痩せた気がする。
最近はもう鶏手羽を食うときはあらかじめ骨を外してます。こうすると食べやすいんで。これでこの骨はラーメンのスープの具材になります。こんな感じで。うまそう。いただきますいただきます。まあもう食ったけど美味しい。うまいなこれ。うん。日本から持ってきた唐揚げ粉。ありがとうございますうん。なんでトタケがあの声にしたんやろはい、もしもし。もしもし、はいはい。あのさラフテーのさ表面焼く工程あるやん。はい。あれってさ軽くもう白くなったら OK。とりあえずちょっと焦げ目がつくぐらい。分かった。なっちゃん見してなっちゃん。なっちゃうね。なっちゃん。おお反応するね。まああと2ヶ月もせんうちにまあ帰るかな。分かった。うんちゃんまあラフテー作ってみる。はい、頑張って。はーい、じゃあね。俺の姉ちゃんから LINE で「おきちゃん体調大丈夫?」って言いよったで。それな。いやされとんちゃう。まあちょっと俺らが別に言ったわけじゃないんやけど、そのおきず Vlog がバレた経緯的に言うと、まず俺の姉ちゃんが行っきょった勤め先の上司がおきちゃんのお父さんの知り合いで、そこ経由で多分おきず Vlog の存在を知ったよな。だけど俺のチャンネルも自動的にそこで知られたっていう。けどあの人もなんかスタディ Vlog やってるみたいなことを言いよった気がするんやけど、チャンネル名教えてくれんかな。お昼食べますか。よし。バイバーイ。いただきます。うわ、下に5個口内炎がある。あー、美味しそう。いやいや、食後のデザート。どんぐらい食う？いっぱい？ちょっと切る練習させてもらっていいですか？入れるかな。小麦？うん。いいね。うまそう。いただきます。2日目の方が。確かに2日目の方がちょっと濃厚な感じになるよな。うまっ。俺も映ってもうたかもしれん。ちょっと覗いて。勉強の息抜きにお散歩です。桜、これ何桜やろ。桜じゃないかも。めっちゃ桜やん見た目。だって葉っぱがなんか違うくない？確かに葉っぱが。そうや。てかついに待望のまっちゃん帰ってくるやん。イエーイ。月額、1000円ちょっとやけどさすがに払うな。久々のオムライスうまそう。こんぐらいのね半熟ぐらいやったら意外と腹壊さんっていう新しい発見。生でも食べてますからね。いやそれはおかしいんやけどな。いやそれはちょっと日記の腹が強すぎるだけよ。あでもぽいやん。ぽくないよ。匂い。僕も無事に風邪移っちゃったみたいです。同じ空間によって移らん方がむずいよな。でも風邪って結局このロキソプロフェンさえあればなんとかなっちゃうんだよな。いただきます。いただきます。動画で映っとった以来のオムライス。うまっ。最高や。玉ねぎ切るのってさ、飴舐めながらとか切るとええらしい。メガ市民方法としてコメントで教えてもらったんやけど、割り箸口に加えるとか。けど俺革命的な方法を思いついてしまったね。つまり鼻の粘膜にこの玉ねぎ成分がつくんがあかんだよな。だからその鼻に成分がいくのを防げばええねん。いびきをかくみたいに切ればええねん。わかるこれ。オッケー。ザッピザッピ。これどうやって広げるんやっけ。まず普通に空気をこう抜いてください。あみんなちっちゃくていい。いや頑張って広げてんで。いいね。やっぱあなたが作るピザの方がなんか全体的に整っとんやな。俺のなんか違うよな。センス。センスよ。男が作ったって感じ。めっちゃいい匂い。食べよう。食べようぜ。いただきまーす。わーうまっ。コーヒー牛乳飲みたくなるな。ピザとコーヒー牛乳めっちゃ俺好きだよな。今日は10月10日金曜日
なんですけど、これ2週間前かな、ちょうど。9月26日に銀行が止められちゃいまして、普段使ってたやつが。もうお金も引き出せないし、カードも使えないし、で一瞬とんでもなく焦ったんですけど、まあこうなることは、日本出る前にちょっと危惧してたというか、大体の銀行って日本国内の居住者のためのサービスみたいなのが多いから、その海外に住所移動させちゃってたら止められることもあるみたいなのを事前に見てたんで、止められちゃった時用の銀行を日本から出る前に予備で作ってたんでまだ大丈夫だったんですけど、これほんま予備の銀行を作ってなかったら積んどったな。日本に帰るお金すらなくなっとったかもしれん。貧乏。いやいや、貧乏とか関係ないね。いやほんまに危なかったで。なので皆さんも予備は絶対に作っておきましょう。多分俺がいつも使いよった銀行が止められたのは、生活費とかその結構大きいお金を頻繁に引き出しちゃってたからやと思うよね。この銀行が不正に使われてるんじゃないかみたいな疑いを銀行側からかけられて、多分規制されたって感じだと思うんで。だってあなたのカードを止められたりせんもんな。しないよ。そうよな。それけど多分毎月20万単位で引き下ろしてたのが多分あかんかったんやと思う。なので皆さんもお気をつけくださいというお話でした。お気をつけください。で今はもうね、口座解約手続きみたいなネットでして、その予備で作ってた銀行に全部お金移動させれたんで、セーフって感じでした。あと、奥ちゃんの体調は、ちょっとまだ咳がたまに出たりとかしてるんですけど、もうだいぶ回復してて、んで僕は風邪が移っちゃってから2日ぐらいで、特になんともなく軽い症状で済んだんで、ご心配なくって感じです。それではバイバーイ。